はい。趣味でいじる車とかを動画で残していくチャンネル、エンジョイカーライフ東京です。以前は自分の W124 の AMG を紹介した際に、自分の W124 AMG3.4 は本来前期型であるにもかかわらず後期型であるという話をしました。特に前期については、ボンネットが前期と後期が違い、また AMG のバンパーとスポイラーも前期と後期で大きく違うことから見た目が大きく異なります。すでに W124 の AMG も世界的に貴重な初期型のメルセデス合併前の AMG ということで、モディファイしていることが逆に車としての価値が最大限引き出されなくなってしまいます。一時期は前期型の W124 を後期に変えることが流行っていましたが、今はいかに純正に近づけるかということが重要です。そこで今回はついにフロントを前期型に戻す下準備を始めていくことにしました。実はすでに市場には W124 のパーツが極端に減ってきています。そこでまずは必要なパーツを選んで揃えるということを今回行いました。まずはフロントスポイラーです。現在ついているスポイラーはバージョン3と呼ばれている後期バージョンです。本来前期の AMG であればバージョン2という四角いフォグランプのついているものがあるはずです。このバージョン2というバンパーは海外ではファーストジェネレーションと呼ばれていますが、まず国内や海外で新品中古問わず手に入るケースは少ないでしょう。海外の eBay では中国製のサードパーティーの商品が売られています。ただ今回はあくまで純正のパーツにこだわっていこうと思います。実はパーツを探す上でいくつかのロシアの業者とも接触しましたが、結局不安が勝り取引はしませんでした。今回約3ヶ月の間に国内と海外でいくつかのバンパーが流通していましたが、今回は海外のヨルダンより中古パーツを購入しました。金額的にもかなり足元を見た金額でした。購入後は約1ヶ月ほどかけて到着しました。梱包は段ボールとビニールなどが覆われており、中は発泡スチロールで保護されていました。荷ほどきはカッターで行っていきます。長い輸送期間の間、よく壊れずに日本に届いたなと思います。梱包を外すのにかなり時間がかかりました。これはバンパーの内側です。やはり所々故障した跡が残っています。この真ん中の下の部分は多くの車が避けているケースが多いです。すでに補修した跡が見られます。あと右フロントのバンパー裏はかなり状態が悪いです。過去にぶつけたため潰れて補修をしているのでしょうか。これは今回板金塗装の前に補修の作業が必要になってきます。あと逆側の下の部分も下げています。あと純正スポイラーの証である刻印です。これがなければ純正ではないと思っていいでしょう。これは正面からのスポイラーです。海外のナンバープレートがついていますね。内部は状態が悪いですけども、パッと見は悪くない感じがします。ただ表面を見ても割れが目立ちますね。これも直してもまた再発してしまいますが、補修する必要があります。またこのスポイラー最大の問題は、ここの牽引フックの蓋が塞がれていることです。本来このように外れる蓋がついているのですが、不思議と塞がれています。うっすら穴の跡が見えますね。おそらく蓋が手に入らないことから前のオーダーが穴を塗装時に塞いでしまったのかと予想できます。裏から見ても穴を塞いだ跡は見られます。ここも今回加工が必要です。あと今回届くまで気づかなかったのですが、四角いフォグランプが純正品ではないものがついており、形やサイズが異なるものでした。本来はボッシュのものがついています。今回もともとボッシュの純正フォグランプをスペアパーツとして以前よりパーツを確保していたので、それを使おうと思います。またバンパーと並行してボンネットの確保も行いました。今回は全くと言っていいほど前期型のボンネットが見つかりませんでした。海外では100ドルほどでも状態のいい前期のボンネットがドイツを中心にありますが、送料だけでも10万円から15万円かかるので、輸入するのは現実的ではありません。最終的には今回はヤフオク経由で車の解体屋にあるボンネットを購入しました。ただ、見ていると状態はかなり悪いものが多く、状態がいいものはパーツが流通する前に業者が確保してしまうようで、全くと言っていいほど手に入らない状況です。
今回たまたま同じブルーブラックの塗装がまだ残っている錆の少ないものが見つかりました。塗装が剥げて錆が出ているものは後々錆が浮き出てくるので仕上がり的にお勧めできません。このボンネットは板金屋に直接配送します。あと、ボンネットキャッチなど今回新品に変えるため海外からパーツを輸入して揃えました。一旦はこのようにかなり色々とリサーチを重ね、ようやくパーツをすべて揃えることができました。あとこの先、これらのパーツを取り付ける作業なので、板金塗装屋への依頼事項となってきます。そんなわけで今回は W124 前期型フェイスに変えるための必要なパーツ調達について主に紹介しました。これからこれらのパーツをすべて直し、その上で塗装するといった工程になっていき、ここからの作業は板金屋の仕事です。また、それらの内容についても後日動画にして紹介していきたいと思います。本日はありがとうございました。それではまた。